植木チャンネル。はい、皆さん、こんにちは。今回から、精神障害を持つ LGBTQ+の対談をしたいと思います。今しさんをゲストにお呼びして対談をしていくんですが、まず今しさん、自己紹介の方をお願いします。はい、ありがとうございます。セクマイ障害者の今っちです。はい。私、生まれは女性なんですけども、X ジェンダー自認で、パンセクシャルっぽいけど、まあ、そもそも恋愛に強い関心がないから、アセクシャルっぽさもあるっていう感じです。で、うつ病で精神障害者手帳を取得していますが、アルコール依存症でもあります。ね、現在は某金融系企業でダイバーシティ推進を担当、していまして、趣味は、漫画とアニメと特撮です。はい、紙の本が大好きで、本は勝手に増えるがモットーです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。素晴らしいもっとだと思います。今、資産経由で来られた方もおられると思うんで、改めて、植吉の、自己紹介を軽くさせていただきます。結構ね、今地さんと共通点が多いんですけど、自分も生まれは女性で、トランスジェンダーで、トランス男性自認で、最近パンセクシャルであろうって気がついたっていう、そういうセクシャリティで、障害については、身体障害で脳性麻痺という障害と精神障害を持っていて、精神障害は診断名がめっちゃついてて、アルコール依存症と、うつ病と、パニック障害と不安障害って書かれております。普段は、このチャンネル、植吉チャンネルを運営したり、あとはいろんな当事者でもあるので、バリアフリー関係の会議であったり、自助グループの運営をしています。趣味は、特撮と舞台鑑賞、2.5次元が多いんですけど、あとは、空手ですね。そういう感じで、結構共通点の多い舞台なんですが、精神障害もちろん、LGBTQ+の、問題というか、現状というか、現状といっても、個人の経験が主になんですけど、こういうことを話していけたらなと思って、今地さんにお話をさせていただきました。今回はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私も植木さんもやっぱりメンタルヘルスに課題のあるセクマイなんですけども、セクマイ全体のメンタルヘルスの悪さっていうのも指摘されているので、ちょびっとだけお話ししますと、例えばある調査ではゲイ男性、バイセクシャル男性の自殺祈祷、自殺を試みたことがある率っていうのはヘテロセクシャル男性の約6倍という調査もあります。で、
トランスジェンダー女性でうつ状態にある人っていうのは36.5% っていう調査結果も出ています。厚生労働省によると、一生のうちにうつ病になる人っていうのは6人に1人っていうふうに言われているのですが、それから比べると、やっぱりセクマイっていうのは、メンタルヘルスのハイリスク層だなっていうのは間違いないんじゃないかなというふうに思いますね。そうですね。結構そういうデータだったり、実感としても、やっぱりメンタルヘルスに課題のある人が多いかなと思うんですけど、思うのは、えー、配置縮小にあるにもかかわらず、医療が受けにくかったりするなと思って、そういうのはやっぱり医療関係者がまだ100万に対して、理解が薄かったり、カミングアウトして大丈夫かなとか、どうしても精神科だと比べたようなことを話すので、重要的に聞いてもらえるかな。トランスジェンダーの場合、法的な性別や性自認が違って、そもそも医療受けにくいとか、いろんな問題があって、医療にかかりにくい。自分も最初はうつ病だと思ったときに、なんか悩んでることないですかって聞かれたんだけど、生物以外のことは、なんかどうしても言えなくて、もう20年以上前なんで、頭おかしいんちゃうかとか思われるんじゃないかとか、そういう恐れがあったんで、言いにくかったっていうのもありましてが、結構最近は LGBTQ に配慮したカウンセリングっていうのもあるんですけど、そもそも、LGBTQ プラスの人って、雇用に結びつきにくいので、カウンセリング代って結構高いので、カウンセリングを受けたくても、そのお金がないとか、そういう社会資源の、受けづらさみたいなものがあるかなと思います。加えて、あの、精神疾患自体も LGBT プラスに対する偏見、両方に対する偏見っていうのがあるので、両方とも自助グループとかコミュニティはあっても、こどっちに行っても偏見とか差別的な発言で居場所だと思えないって、話してくれた仲間がいました。結構課題が多いなと思うんですけど、今地さん、どう思いますか？そうですね。本当におっしゃる通り、セクマイ自身の精神障害への偏見と、精神障害者のセクマイへの偏見と同時に、支援職自身が偏見を持っているっていうこともあるなと思った経験がありまして、例えば私もなけなし農家にはってカウンセリングにかかっていた頃があるんですけど、臨床心理士にあの私の父親もアルコール依存症で飲酒運転で交通事故を起こしてって話したら、
アルコール依存症って寝たきりとかじゃないんですかって言われて、もうカウンセラーのくせに、いやもうあえてくせにって言っちゃいますけど、カウンセラーのくせにこう病人イメージがすごい狭いなと思ったこともあります。ね、シャワーさんも寝たきりだったら飲めないですよね。そもそも、ね、飲んでる時点で何かしらこう活動してるじゃんみたいなね。そういう、本当おっしゃる通りなんですよ。こう、やっぱり、こうアルコール依存症ってきっとこうなんだろうっていうまま、心理師の資格が取れちゃったんだなっていう、こう、なんか、いろいろね、もやもやがあったりしますし、あと、ある福祉系の方で、生活保護の申請に同行支援するっていう活動もしていた方なんですけど、その人もいざ自分がこう経済的に困窮したら、生活保護まで落ちたくないって言い出して、うおいって思ったりとかありましたね。やっぱりこう、なんで、ただでさえこう、きつい状態で、そういうこと言われると、もう、ますますしんどくなりますよね。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。